皆さんこんにちは。 4.5 ガジェットベースの堀です。今回はファイファインさんからご提供いただいたダイナミックマイク K688CT とオーディオインターフェース SC1 を使ってマイクとオーディオインターフェースって一体何なのという超基本から実際のつなぎ方、 PC の認識のさせ方まで全部一から解説していきます。このセットは約2万円で構築できるコスパがいい音声収録アイテムです。低価格帯なんですけど性能の良さで人気のマイクとオーディオインターフェースになっています。これから音声収録とかでマイクとオーディオインターフェース導入したいなって人はぜひ最後まで見ていってください。まずマイクを買おうとした時に出てくるのが2種類のマイクです。1つ目が今回紹介するダイナミックマイクで、これは頑丈でノイズに強いです。マイクのすぐ近くの音を拾うので周囲の生活音や環境ノイズを拾いにくくてハウリングが起きにくい構造になってます。音声収録に向いたマイクです。で、次にこちらのコンデンサーマイクですね。これは繊細で高感度で小さな音まで拾います。で、環境音とか自然音とか ASMR とか Vlog の環境録音にすごい向いているマイクです。部屋の反響とかノイズも拾いやすいので、僕みたいな狭い部屋で活動している方はちょっと気になるシーンが多いんじゃないのかなと思います。基本的には電源が必要になります。ということで、こういった喋りとかの収録に向いているのはこのダイナミックマイクです。一番は狭い部屋だったりとか防音の環境が整っていない人には圧倒的に向いているマイクになっています。環境が整った場面でちゃんとした収録っていうとコンデンサーマイクも使われますけど、今回は YouTube や Vlog など動画撮影、ゲームやビデオ会議、自宅での音声収録に絞って種類を分けさせてもらっています。始めようと思った時に一番つまずくポイントで、オーディオインターフェースって何するやつなのっていう問題なんですけど、一言で言うとマイクと PC の通訳をしてくれる機械です。マイクって声を電気信号に変えるんですけど、 PC はデジタルデータしか理解できないんですね。だからアナログをデジタルに変換する必要があるんです。 USB マイクを直接 PC につなぐ場合はマイクの内部に小さな変換チップが内蔵されていて、その中でデジタルに変換してから PC に送っています。 XLR ケーブルでつなぐ場合は音声がアナログのまま外に出てきます。それをこのオーディオインターフェースが受け取って高品質なチップでデジタルに変換してから PC へ送るという流れです。つまり変換自体はどちらでも起きてるんですけど、内蔵チップはコスト優先でオーディオインターフェースは音質優先というわけですね。同じマイクでも XLR ケーブルを経由した方が音がクリアになる理由がこれです。変換の質がいいほど音がクリアになるっていうのがオーディオインターフェースを使う一番の理由です。今回紹介する SC1 がこちらです。見た目めちゃくちゃシンプルじゃないですか。でもスペックを見るとかなりしっかりしてて、 XLR 入力と楽器用のインプットがあります。で、48V のファンタム電源が搭載でコンデンサーマイクも使えます。原因は最大 50dB です。ダイレクトモニタリングの対応ですね。 USB-C 接続とクラスコンプライアントで Mac、Windows、スマホ対応です。特に注目したいのがこのクラスコンプライアントって書いてあるやつなんですけど、これはドライバーをインストールしなくても PC が自動認識してくれるという意味です。で、初めての人にはめちゃくちゃでかいいいポイントで、つなぐだけで認識してくれてすぐに使うことができます。あとパソコンで動画を視聴したりとか音楽を流して聴くときとかも、この SC1 を介してヘッドホンをつないで聞くとめちゃくちゃ音がクリアに聞こえるような感じになるので、そこも気に入って使ってます。で、一般的なヘッドホンのジャックとかは 3.5mm のこの小さいタイプが多いので、こちらの 6.35mm に変換するアダプターを使えばヘッドホンをここに挿して音を聞くことができます。はい、では本命の K688CT を詳しく見ていきます。まず見た目からなんですけど、マットのブラックでかなり武骨でかっこいいです。カラーバリはあとホワイトもあるんですけど、僕はやっぱ黒をメインで整えてるのでブラックにしました。 4.5 畳の机においても主張しすぎないデザインが好きですね。で、スペックとしましてはこんな感じです。ダイナミックマイクでカーディオイドパターンですね。 USB-C と XLR の両対応です。ブームアームスタンド付属でミュートボタン、ゲインノブ、ヘッドホンジャックがあります。
このミュートボタン、ゲインノブ、ヘッドホンジャックは USB 接続時のみ有効になります。まずカーディオイドパターン。正面の声を中心に拾って背後からの音はカット。狭い部屋でも音が回りにくい構造になってます。次に USB XLR 両対応。これ結構珍しいらしくて、初期段階は USB で直接 PC につないで使えて、スキルアップしたら XLR 経由でオーディオインターフェースにつなぐという段階的なステップアップができます。なのでまず SC1 は買わなくても、この K688CT だけでも録音ができるという経済的な設計になってます。そしてブームアームが付属しているので、別売りのアームスタンドとかを買う必要がないのが地味に大きいですね。で、これ根元からこんな感じで取れるので、結構頻繁に使う時なんかはこの上の部分だけ取っといてもいいのかなっていう感じで、これから使っていこうかなって考えてます。じゃあここから実際につないでいきます。ここがちょっと一番皆さんが知りたいところだと思うので、ちょっと丁寧にやっていこうと思います。まずは USB 接続からなんですけど、K688CT の USB-C ポートにケーブルをつないで PC の USB ポートへ。以上です。それだけです。もう本当にこれだけなんですね。僕は Windows なんですけど、右下のサウンドアイコンをクリックして、サウンドの設定で入力デバイスに K688CT が現れてるはずです。つないだだけで普通にもうポンって出てきてます。こんな感じですね。これ特になんかドライバーをインストールしたりとか何か設定したりとかはなかったので、すごい簡単でした。で、次は XLR 接続なんですけど、これがオーディオインターフェースを使う本番ですね。XLR ケーブルはこんな感じの3ピンの丸いコネクターになってます。K688CT の XLR ポートに挿して、もう一方を SC1 のマイクライン1へつなぎます。SC1 の USB-C ケーブルを PC へつないだら PC 側の認識をします。でこれもつないだだけでサウンドの設定を見ると入力デバイスのところに SC1 が表示されるのでめちゃくちゃ簡単ですね。で Windows の場合はサウンドレコーダーっていう録音のアプリがもう標準で入っているので、それを使って録音することができます。ただこの SC1 はボリュームのレベルがよく分かりづらいので、僕は OBS のアプリを立ち上げて音量のボリュームを見るようにしてます。ちょうどこの黄色いところに音量が来るぐらいの距離で話すのが一番ベストかなと思ってます。やっぱ気になる点としては、自分の顔の向きとこのマイクの角度とかをやっぱりこうぴったり90度といいますか、まっすぐ合わせたくて、でこれ根元はすごい回転するんでいいんですけど、この第一関節の部分でもうちょっと回転とかできたらいいなっていうふうに思いました。これ上下はするんで、便利なんですけどね。はい、ということで今回はダイナミックマイクの K688CT とオーディオインターフェースの SC1 を紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。やっぱりこのセットはコスパがめちゃくちゃいいので、初めてマイクを本格的に揃えたい人とか、防音環境が整ってない部屋で撮りたい人、配信やゲーム実況、ポッドキャストを始めたい人、あとコスパ重視でトータルセットアップを揃えたい人とかにおすすめなんじゃないかなと思います。ダイナミックマイクとオーディオインターフェースを合わせても2万前後っていう価格帯で導入することができるので、コスパは本当にかなり高いと思います。特に K688CT が USB とか XLR 両対応っていうのが将来への投資としては意味があって、今は USB で気軽に始めて、後から SC1 もとかもっといいインターフェースにつなぐっていう選択肢を持てるのが大きいかなと思いました。ファイファインさんご提供ありがとうございました。商品ページのリンクは概要欄に貼っておきますので、もし気になったら見てみてください。ということで今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。